なんか普通のプロ選手の YouTube とか見てると、ワンツーフックこうやって打っていますね。でこれって実践的じゃないんですよ。そうです。めちゃくちゃ硬いですね。パンチがすんごい硬いです。これ食らったらやばいですよ。ボスこんにちは、金川浩です。今回も前回に引き続き初代 K1 ウェルター級グランプリ王者久保優太選手に登場していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久保優太選手の実績に関してはもうすごすぎるので、もし前回の動画見てない方はぜひそちらの方を見てください。前回はカウンターの技術などについてお伺いしたので絶対に参考になると思います。ぜひそちらもご覧ください。そして今回はちょっとフルコンタクト空手で実際僕グローブの技術がほとんど持っていないので、今回は久保選手にミットを持ってもらいながらちょっと一度キックボクシングの方を指導していただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと、実際にミットを持っていただいて、はい、指導してお願いします。前回の距離の話に戻るんですけど、基本的に今度はですね、攻撃において距離の段階というのも実は変わるんですけど、これちょっと面白そう。はい、お願いします。基本的にこのローキックが当たる距離っていうのが、切っていただいてもいいです。ローキックが当たる距離っていうのは、これはパンチが当たる距離です。近いのかな遠いかなって考えてもすると、でパンチを当てないなってすると、結構ローキックがこれ当たるなっていう距離を意識すると、実はパンチが簡単に当たる距離っていう、はい、はい、じゃあワンツーの意識です。おお、すごいです。やっぱパンチ力すごいですね。めちゃくちゃ硬いっていうんですか、もうインパクトがすごい硬くて腕が持って帰れるすごいですよ。はい、お願いします。おお、すごいですね。はい、この距離がそうですね、もうローが当たる距離っていうのが、はい、次はワンツー、ちょっと入ればワンツーが当たっちゃう距離っていう、はい、右が、はい。で次の距離がですね、大丈夫です。で、じゃあフックを当てようとすると、よくこうなんか普通のプロ選手の YouTube とか見てると、ワンツーフックこうやって打っていますね。でこれって実践的じゃないんですよ。そうですね、見てても確かに。どうしてかというと、ワンツーで打ってるとここじゃないですか。で相手の頭って都合よくこうやって来てくれないじゃないですか。これって何のために練習してるんだろうって僕シャドウで見てて思ってて、ワンツーだったらちゃんとしっかりと同じインパクト、右で打ったとしたら多分相手の顔ってここにそのブロッキングとかでここにいるから、自分の右ストレートが当たって吹っ飛んでここにいるからですね。そしたらフックって結構遠いじゃないですか。なのでフックの時にしっかりとその時は入るか、このストレートで打ったところに打つか、どっちかに2択になりますね。そうなるとこうやって都合よくこうやって確かにそのところにいないですよね。なので例えばストレートで打ったところにここでそうです、ここにフックがある。はい、ストレートで打ったところにそうです。難しい。これちなみにフックの時の感覚って多分僕ら素手競技なんで、こう遠くにこういうことって体ごとぶつけるぐらいしかなくて、多分手で振ることないんですけど、フックってどういう感じなんですか？ですね、インパクトがここ相手の顔で終われば、もうここでここのフォロースルーっていうか、ここはもうある意味関係ないところなんで、ここが最大のインパクトがガーンと出る感じですね。振るっていうよりも体でここでこう肩で打つみたいな。そうです。そしたらインパクトがここに来てるじゃないですか。おお、めっちゃ強いですね。なのでよくこう YouTube とか見てても、トレーナーさんとかがワンツーでフックをここに合わせたってするんですよ。パンパンみたいな打ちやすくさせる。基本的に僕はもう選手が打ちやすくするミットってこれって良くないと思うんですよ。接待じゃないんですよ。接待ミットみたいな感じになっちゃってるんで、なのでそういう相手を想定した
なんかこう打ち方だったりも大事だと思ってて、そうもう完全に相手の顔がある位置に構えてやって、はいはい早く打たすよりもその実戦にいかに近い状態をするかですよね。はい、ああめちゃくちゃ大切ですね。はい、早く強く打つ練習ってやっぱりサンドバッグとかじゃないですか、サンドバッグでいいと思うんですよね、はい、ミットやっぱりより実践的にタイミングだったりでしっかり打つことがやっぱ大事だと思うので、はいはい、これでも本当ミット持ち超大切ですよ。すごい大切ですよね、はい、ミット持ちによって全然違っちゃいますよね。はい、本当にこうトレーナーさんとかミットのことによって変わっちゃいますよね、選手がどれだけ伸びるか。はい、でワンツーでこの時に今インパクトがここに来ちゃったんですよ。はい、なのでそうです。パンチがすんごい硬いです。これ食らったらやばいですよ。打ってて、空手のフックの終着点だけ合わせればいいのかなみたいな。だからなんですよ。はい、そうです。おっしゃる通りです。終着点ガーンで、そこでインパクトがくれば、変な力みとか全く必要ないじゃないですか。そうそう。はい。お伝えしてた押されても動かない角度に、この時にさえ持ってこりゃいいかみたいな感じで今ちょっと。だから強いんですね。ここがガーンと。なので、フックだけで例えば打つ距離っていうのはここになるので、そうなるとブロッキングの位置ですよ、ブロッキングの位置がフックが当たる距離ですね、でこれは同時に何が当たる距離かって言ったら膝蹴りが当たりやすい距離ですよね。はい、パーリングの距離だとここだったら膝蹴りって遠いじゃないですか。はい、この距離がフックが当たる距離です。はいはいはい。ってすると多分空手の距離を応用できるっていうか、この体が膝蹴りが当たる距離だって言ったらフックの距離だ、ローが当たる距離だなったらストレート系が当たる距離だなっていうふうに応用できるかな。でも確かにそういう基準は僕らないんで、ローが当たるならストレート系で、膝が当たるならフック系の距離っていうふうに覚えておくと、確かに選択しやすいですね、僕ら。ありがとうございます。この中パージ東京の育成クラス目指してもらってて、でその出身の子が多いんですよ。空手もちっちゃい時からずっとやってて、すごい動きとかもともとベースがあって、蹴りとかも上手ですごい上手いので、そういう時にそうやってローキックが当たる位置がストレートに踏み込めば当たる位置なんだよとか、でじゃあフックが当たる距離っていうのは膝蹴りとかが当たる距離はフックが当たる距離なんだよっていうふうに説明すると結構すぐお腹に落ちてくる。そうですね、自分も今、なるほどってすぐ分かったので、めっちゃ分かりやすかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。パーリングの位置でもやっぱりこう上下が大事だと思うんですよね。しっかりとローが当たる、ロー打つには当てにはフックってローが当たる。多分純粋にこのローキックだけやったら簡単にカットしちゃう、見えやすいじゃないですか。なのでこっちゆっくりしてこういうコンビネーションゆっくりしてダン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 、それだと見えづらい、みたいな感じでやっぱり上下で散らすのが僕は大事だと思ってます。今の基本だけ結構、頭で理解できればかなりもう応用効くと思います。わかりました。じゃあお願いします。お願いします。はい、丈夫です。丈夫。丈夫。丈夫。
これ今僕がジャブを出してパーリングされてるじゃないですか、この距離からワンツーがいけるというかパンチがいけるという距離になります。なので少しこう相手を離すように、小木さん離すようにエアミットをやらせていただいてます。はい、やっぱあれですね、こう、わざとこう、位置をリードして変えられてたりとか、気づきました。なんかこういうふうにミット持ちって持つんだって思いながら今ちょっと打たせてもらってて、そうですね。でもなかなかこうやってちゃんと実践的に持つ人っていないです。そうなんですよね。みんなやっぱこうやってなんか同じ位置にする、同じ位置になったのが今こう明らかにこう場所をちょっとずつリードして変えられながら、距離とこうなんかちょっとガッツリこう入りながらみたいな、面白いと思って。でもジャブってそのポジショニングの位置で全然変わるじゃないですか、なのでここのポジションにいたらこういう動きできますけど、ここに相手のポジションがこっちにいたら動きも全然変わってきたりとかするので、ここにやってミットによって全然頭の位置っていうのがポジションによって全然変わるので、ちゃんと練習しておいた方がそうなんですね、全然距離感が変わる。やっぱこういうミットの持ちの違いっていうのがまたすごいよく分かりましたので、全然あれですね、この重さがあるだけで自分が思ったところにパンチがうまくいかないっていう、これやっぱ普段の感覚でパンチ打っちゃうと、重さの分なのか振られる分なのか、なんか思ったところ若干ずれてるんですよね、パンチが。これも慣れないと無理なんですかね、これ。慣れる。素手だったらこんなことないのになと思って、あれと思って。ワンツーワンツー。感覚上ちょっと面白かったです。ありがとうございます。せっかくなんで久保選手にマックススーパーをちょっとお願いしたいなと思いまして、よろしくお願いします。やばいな、もうこう本当普段やってないやつらでドキドキするんですよね。体で100点連覇なので、そんなの。じゃあすいません、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。楽しい。ちょっとおかわりしたいよ。ですか。ちょっとただやっぱ全然いつもと違うんで、息上がる。やっぱ慣れないと緊張感とか呼吸がやっぱ乱れやすいですね。100人組とかでも使ってたんですけど、自分の間合いとか自分が安心できるところって普通に呼吸できるじゃないですか。で僕の方はずっと深呼吸してるんですけど、例えばですから相手が自分の距離を嫌だなと思ってる距離にポンと入ると、相手その距離で深呼吸できないのにこう
で呼吸が自分のタイミングじゃなくなっちゃうじゃないですか。自分とかよく、自分が得意な距離で相手が嫌そうな距離にポスト入ってフェイントかけて、相手の呼吸を乱して僕が楽するみたいな。でもそんな状況に僕が今なってるんで、自分の好きなタイミングで呼吸できてないんで、いいことを教えてもらっちゃいました。相手のスタミナの方法を聞いてしまいました。よくカフェとかでも攻撃をしてないのに疲れるとか、1分でめっちゃ息上がったとかあるんですけど、そういう時ってわざと相手に呼吸させないように圧をかけて、こう息を止めさせない瞬間をちょっとなんとか連続で演出したりすると、相手自分のタイミングで吸いたいのに吸えないみたいな状況を作ると勝手に疲れていくんで。面白いです。それを使えばいいんです。だから僕がスキーのせいでそうなっちゃってるっていう。そうです。じゃあお願いします。お願いします。楽しいなこれ。めちゃめちゃ楽しいです。やめられなくなっちゃいそう。やっぱり楽しいです。楽しいですね。もうなんかやばいですね。これ多分いつまででもやってていいよって1時間でもおかわりしそう。めちゃめちゃ楽しいです。1時間は死にます。100人組での動画見てたので、無限のスタミナ知ってます。めちゃめちゃ楽しいっす。今もさっき教えていただいた梅下めっちゃ使われたって。そうですね。あれやると見えづらいですよ。そう見えづらいです。めちゃ見えづらいです。で上でこうクローブここにある時もなんかこっち入っちゃってるとか。ああこういう風に使うんだってなんかやられながら学びました。でも筒の量だったらやっぱりもう福井さんもスペシャリストなんで全然もう当たらないので、なんで上を見せて下を見せてなんかまさにこれさっき言ってたことだなっていうのは何回かなんか学べました。これ確かに使えるなって思ったので、P のところも使えるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。もう今回本当教えていただいた技を僕なりに頑張って使おうとしてみたんですが、正直難しいなと思ったんですけど、どうですかね。いや、そうなんです。使われたなと思いました。僕は例えばこの距離にわざとこうやって入ったんです。ストレートの当たる距離に入ってみたら、やっぱわってストレート入って出されたので、やっぱりこの距離をもう理解されてるなと思って、さすが。僕はそこがあるとやっぱ入れないんです。ここでやってストレートが当たる距離なのに。ストレートが出せないとさらに別のポジション取れちゃってもっといけちゃうので、そこがもうここでストレートの距離だとバーンってストレートいかれそうので、これだったらもう次入れない、次違う入り方しなきゃいけないなみたいな感じで入れる。やっぱさすがすごいな。先生が。いや
いやーちょっとでも本当やっぱ楽しいっすね。まだ人生2グローブ目なんですけどね。すごすぎます。佐藤さん以来の半年ぶりのグローブだからなのか、もう楽しくて楽しくて、もうなんかやってても、もう顔が笑顔になっちゃうこの楽しさを表現したいのをどう殺して続けようぐらいなぐらい楽しくて、なんかあれですね、こうゲームを買ってもらったばっかりの小学生みたいな気分で楽しませていただきました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。久保さんでも一緒ですよね。はい。10年生の時と時も、楽しいっつって。毎回なんか新鮮だからですよね。もうちょっともう楽しすぎて今本当に。もうなんか本当あれですね、子供がもう買ってもらったばっかりのガンガン与えられたぐらいテンション上がります。冗談抜きで本当1時間でも全然僕大丈夫です。すごいです。反応がすごい。でもあれなんですね、もう基礎体力は落ちたと言っても昔それなんですね、週6で6時間トレーニングしてから一般稽古だったんで、僕9時間だったんですよ、1日の稽古時間。やばいですね。だからなんか多分基礎体力っていう時点だと多分僕もう何十分の1になってるんですけど、それでもまあ他の選手と比べるとあるなと。圧倒的にある。とてもありがとうございます。すいません。じゃあいいですか。じゃあいつもの締めに入ってからので、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。日頃このチャンネルは極真空手世界大会を3連覇した高血の過去の試合動画や誰でもすぐに再現可能な技術解説など見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して極真空手世界王者高血の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす、ありがとうございました。